回はプレモスを生やします。どうもカペラです。高さ40センチのハイタイプ水槽を買った僕はやりたいレイアウトがありました。それがこのレイアウトです。前回はこのスケープイットで作ったレイアウトを作るためにいろんな流木を用意しました。それがこちらです。これぞぴったりという流木たちです。群馬県にあるチャームの実店舗に行ったり、近所のホームセンタージョイフルホンダに行って集めてきました。こうやってレイアウトは何本かのホーンウッドを組み合わせて作りました。今回はこの流木の仮組みをしながらレイアウトのベースとなるプレモスの生い茂る流木レイアウトを作っていきたいと思います。まずは流木にモスを活着させていきます。今回はプレミアムモスを使います。リカーディアモスって言われています。このモスは今回のレイアウトで使うために水上栽培で増やしてきました。水上栽培をすると大量に増やせるのでおすすめです。どうやって増やしたんだっけな。もう1年も前の話なので、思い出しながら話をしてます。そう。実際に増やした水槽がこちらです。傷ついたアヌビアス7のために立ち上げた水上育成栽培用の水槽だったんですけど、このプレモスの貼り付けも一緒に行っていました。半年もするとこれでもかっていうぐらいもう使い切れないほどブワッと増えるのでおすすめです。このシステムは以前紹介させていただきました。うちの自慢のシステムで全く水替えもいらない、特に世話も必要ない、そんなね水上ストック水槽です。作り方は水上育成のプレイリスト、そこからね参照してください。後で少しだけ作り方を簡単に紹介させていただきます。このプレモスの活着ですが、接着剤でつけた方が圧倒的に楽です。ぴょーって接着剤を垂らして、そこにギュッてプレモスを押し付ければ簡単に貼り付けることができます。その代わり接着剤が多すぎたり貼り付けるモスが少なすぎたりするとあまりうまく育ちません。プレモスにね接着剤が絡みついちゃって、成長が止まってしまいます。なのである程度プレモスを多めに接着剤でつけてあげないとうまくプレモスが育たなくて、水中で管理するようになってから全く育ちません。育たないばかりか苔取り生態に、食べられてなくなってしまうっていうこともあります。例えばシルバーフライングフォックスとか、あとシルバーフライングフォックスに食べられてしまいます。なので今回は ADA のモスコットンを買ったんで、これで巻きまくりました。ADA のモスコットンは活着が終わる頃にちょうど糸が溶け始めるっていう、そういった糸です。木綿の糸とちょっと違うんですよね。なので今回は ADA のモスコットンを買ったんで、それで活着させていきます。もう巻きまくりました。最初に1箇所流木に結び目を作ってからぐるぐるっと巻いていきます。そうすると楽です。最後は最初のスタート地点に戻って糸同士を固結びすれば完成です。接着剤で貼り付けた場合は水草の量を削るとモスがうまく育たなかったり、そうするとね食害に遭ってしまったり、レイアウトをリセットした時にモスを剥がすと白い跡が残ってしまったりします。特にこの接着剤の白い跡っていうのはかなり結構目立って、流木をまた再利用、レイアウトに再利用したいっていう時にわざわざヤスリで研磨したり色を塗ったりして目立たなくさせるっていう作業が必要になります。これが結構僕的に面倒なので、これがちょっと僕的に嫌なので、やっぱり糸で巻くかミスト式で自然に活着させるっていうのが僕は好きです。というわけで全て糸で巻くのは結構時間がかかるのでミスト式で活着させていきます。
流木の形でなかなか糸が巻けない場所ってあるんですよね。そういうところはミスト式でやった方が楽です。やり方は簡単です。流木にモスを適当に散らします。あとはプレモスを枯らさないように水気を保って2ヶ月くらい放置します。そうすると活着してくれます。水気を保つ方法は何でもいいです。定期的に水のスプレーでシュッシュってするのもいいですし、小型ポンプとスマートコンセントを使って定期的に水のシャワーをビシャビシャっと当てるっていうのもいいです。僕はスプレーは使いません。過去に流木のミスト式で失敗したことがあります。ラップをしてもキッチンペーパーを貼っても流木の乾燥を抑えることができませんでした。朝スプレーして家に帰ってくるまでの間に流木の表面が乾いてしまいます。それでせっかく貼り付けたプレモスが乾燥しちゃって枯れちゃったっていうことがありました。特にね、こういった乾いた流木をそのままミスト式に持っていくとかなり乾きやすいです。しっかりとアク抜きをして水を含ました流木を使ってミスト式をすればスプレー管理でも大丈夫だと思います。今回は乾いた流木のままミストでプレモスを活着させるので小型ポンプを使った方法にします。作り方は簡単です。小型ポンプにいらない配管をつけてシャワーパイプで水しぶきを当てるだけです。水槽の上にラップとかあと蓋をつけておいてそこに向かって水しぶきを、飛ばすといいです。2時間に1回くらい3分間ぐらいですね、タイマー管理しておけばOK です。この定期的なシャワーリングを行うと流木全体に水分がなじませられるし常に湿った状態を維持できるので完全放置でめちゃくちゃ楽です。ただ水しぶきを当てすぎるとモスが落ちてしまいます。なのでソフトタッチで湿らすことがポイントです。どこか壁に水しぶきを当ててその弾け飛んだ水滴で、周りをねビシャビシャと濡らすような形にするととてもいいと思います。流木が少しでも乾燥してしまうとカビの原因になります。当然カビたら、水草にカビが生えてしまうこともありますし、それが原因で枯れてしまうこともあります。なので常に湿らせて湿度 100% に近い方がカビは発生しづらいです。この小型ポンプを使ったミスト式の方法は管理が楽だしカビも生えづらいです。すごくおすすめですね。で、このまま2ヶ月放置します。ちょうど立ち上げた時期は6月です。去年の6月ですね。冬場にやるときはヒーターを仕込んでおけば OK です。下に溜まってる水が温まってそれが温水になりますので冬場でもミスト管理ができます。これを2ヶ月かけて活着させていきます。さあ、結果はどうなったのか次回もお楽しみに。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。